さんこんにちは。お城へようこそ。本日訪れるお城は鹿児島城、別名鶴丸城とも呼ばれるお城です。鹿児島といえば薩摩藩、そして幕末において日本の歴史を大きく動かした名門島津家の本拠地でもあります。薩摩藩は長州、土佐、肥前とともに薩長土肥の一角として幕末の動乱を駆け抜け、やがて徳川幕府を倒す大きな原動力となりました。今回訪れる鹿児島城は島津家の本拠地だったお城です。早速行ってみましょう。鹿児島城は鹿児島市城山町に築かれました。南北朝時代、この土地には上山城と称するお城があったようです。標高は100メートルから200メートル。白洲台地の城山とその麓に広がる館を合わせたお城です。現在の鹿児島城跡は島津家の居城として1602年、薩摩藩初代藩主島津家久によって築城されました。彼は南北朝期の上山城跡を利用しました。ただし注意したいのは島津家久という人物が複数いること。ここでいう家久は江戸初期に藩を開いた初代藩主のことです。彼は養子として島津家を継ぎ、当時は養父の島津義久、実父の島津義弘と合わせて三都の体制を築き、協議の末に本拠地を鹿児島に定めました。築城当初は本丸、二の丸は城山にあったようです。防御機能を重視しました。時代が下るにつれて藩士の館や正庁が整備され、山の麓の館へと中心が移ってきました。本丸や二の丸が麓に移ったようです。お城の種類は平城にあたります。平城というのは平地に作られたお城のこと。山城や平山城より広いスペースを確保するので、兵の収容能力が高いことが特徴です。大軍を動かしやすいため、山城や平山城より攻撃能力が高かったようです。例えば、戦闘面では複数設けた出入り口から敵の側面や背後を突くことが可能でした。またさらに、川や海に近ければ物資の輸送もスムーズ。つまり、兵力運用や戦略面で大きな強みがありました。しかし、鹿児島城は大阪城や名古屋城のような近世的な巨大城郭ではありませんでした。天守閣を持たず、館作りの館を中心とする質実剛健なお城でした。藩内でも館と呼ばれていたほどです。ここで少し島津家についてご紹介しましょう。家祖は島津忠久。源頼朝から南九州の広大な荘園島津賞を与えられた人物です。中世日本における最大の荘園でした。島津賞は日向、大隅、薩摩の3カ国にまたがる荘園です。島津忠久の出自には謎が多く、頼朝の烙印説や後白河天皇の子以仁王の子孫説など様々な説が語られています。いずれにしても鎌倉時代からこの地を拠点とし、明治まで続く大名家として日本史に大きな足跡を残しました。築城当初の島津家はとても変わった体制でした。初代藩主の島津家久、実は養子です。そのため島津家には初代藩主の島津家久、そして実父の島津義弘、さらに養父の島津義久の三都の体制でした。
島津家久の本拠地はそれまで内城でした。内城は島津家の15代当主島津隆久が築城し、さらに16代当主島津義久、18代当主島津家久が本城としたお城です。鹿児島にあります。50年間島津宗家の本拠地として機能しました。築城した島津隆久は南九州の中央に位置し、要害であった鹿児島に入ることで戦国大名としての地位を確定することになったようです。家久は本拠地を移す際に義久・義弘の移城に近い検証城への移城を考えていましたが、3人で協議した結果、それまで本拠地としてきた鹿児島に新たな拠点を設けることになりました。鹿児島城です。戦国時代、島津隆久が内城を築きます。続いて、島津義久の代に戦国大名として薩摩国、大隅国、日向国の3州を再々統一しました。九州北部では室町幕府の鎮西管領であった大友宗麟に対して三河の戦いで圧倒的な勝利を収め、大友軍を撤退させます。さらに肥前国では大友氏が勢力を落とした後、戦国大名龍造寺隆信が強大な勢力を誇っていました。龍造寺氏に圧迫されていた有馬晴信が島津家に手紙を送り援軍を要請します。1584年、島津義久は末弟の島津家久に全軍指揮を任せ、肥前島原半島に派遣。家久は沖田縄手の戦いで龍造寺軍を撃破し、大将であった龍造寺隆信の首を討ち取ります。戦を重ね、島津家は筑前国豊後の国の一部を除く九州の全土を手中にし、最大半島と勢力を築くこととなりました。しかしその後、関白となった豊臣秀吉の停戦命令に服さなかったことから、大友宗麟の嘆願による秀吉の九州平定を受けることになります。一度は豊臣連合軍を打ち破るものの、二度目の豊臣秀吉自らの征伐に完敗。島津家は占領した土地を手放し、本領である薩摩、大隅2カ国と日向の一部を安堵されました。朝鮮出兵では島津軍は大いに活躍しました。四川新城での戦闘では6000人余りで3万人の民軍の首を取ったとも言われています。この戦いにより島津義弘は鬼島津と恐れられ、その武名は朝鮮だけでなく民国まで響き渡りました。島津家は四川の戦いで民軍を撃退して日本軍の組織的な撤退を可能にしました。さらに盧遼海戦では朝鮮水軍の大将の李春心を討ち取り、小西軍の脱出を可能にしました。これらの功績は五大老から高く評価されており、島津家は文禄慶長の役に参加した諸大名で唯一の加増に預かりました。5万石を加増されています。豊臣政権下では61万石となり、徳川、上杉、毛利、前田に次ぐ5番目の大名となりました。関ヶ原の戦いでは西軍につきます。東軍につこうと徳川家家臣の鳥居元忠がこもる伏見城へ向かいますが、入城を断られたようです。家康の領国は関東、伏見城は京都府にあるお城です。秀吉が政治を行う都市として伏見に城を築きました。秀吉は亡くなる際に息子の秀頼に堅固な要塞である大阪城を出ないように遺言を残します。
家康は豊臣政権五大老との筆頭家老として、伏見城で政治を取ることになりました。五大老の一人である上杉景勝が東北の両国に帰り城を築き始めると、謀反の疑いがあると上杉征伐に向かいます。これは家康の策略で、家康が京都を不在にすると政治上敵対関係にあった石田三成が挙兵するだろうという策でした。予想通り石田三成は挙兵します。家康は上杉征伐に向かう際に、あっけなく留守にした伏見城が落城することがあれば、この先徳川家に味方する者がいなくなると危惧します。誰を対象にするのがいいのかと。そこで選ばれたのが鳥居元忠。家康が今川家の人質時代からそばにいた家来でした。家康は多くの手勢を置いてはいけないと、鳥居元忠も家康には一人でも多くの家来がいると、鳥居元忠のもとに置かれた兵士は1800人でした。そして大阪城の西の丸、家康がしばらくいた場所ですが、ここから移動してきた兵士が500人、2300人で籠城することになります。内部からあっけなく開城するわけにはいかないため、家康は伏見を守るにあたり、徳川家の死だけを残しました。島津家は東軍に味方するつもりだったので入城を要請しますが断られました。鹿児島からわざわざ京都まで来て西軍につきます。そしてたった1日で西軍の石田三成は壊滅し、島津家も敗軍するという話です。関ヶ原の戦い、石田三成についたものの、三成は島津家の作戦を取り上げませんでした。矢内を進言するのですが、全体での統制を取って戦いたい三成は拒みます。そのため、石田三成の要請の使者が関ヶ原の開戦後、島津の陣地に何度も来るのですが、島津家は相手にせず、味方も敵も関係なく、陣に近づく者に火縄銃を撃つように命令していたようです。小早川秀明が西軍を裏切り東軍につきます。西軍は崩れ始め、武器山方面に向かって逃げ始めました。滋賀と岐阜の間に立つ山です。島津家はそれまで全く動かなかったのですが、ついに動き出します。1500人が徳川本陣方向へ突撃を行いました。徳川最強の精鋭を率いる井伊直政、そして家康の四男である松平忠義を重傷に追い込みます。島津の軒口と言われる話です。さらに敵地を突っ切ると伊勢街道を伊勢湾に向かって走ります。徳川軍は島津軍を追撃するのですが、島津軍は捨て艦と呼ばれる作戦を使い退却しました。味方を逃がすために数十人を待ち構えて銃を撃ち、さらに全員討ち死にするまでその場に留まり戦います。全員が討ち死にすると次の数十人が待ち構えて銃を撃ち、やはり全員討ち死にするまでその場で留まり戦うという戦法です。こうして島津義弘は本拠地の薩摩に帰還することができました。島津家は関ヶ原の戦いに参加した経緯や関ヶ原で見せた武勇もあり、西軍についたにもかかわらず本領を安堵されました。幕末、鹿児島城は島津家の本拠地でした。西南戦争では城山が西郷軍の最後の本拠地となりました。西南戦争、西郷隆盛が担がれた明治政府に不満を持つ士族による反乱です。西郷軍は小島から北上し熊本城を攻めました。熊本城での激戦に敗れ鹿児島に戻ります。立てこもったのが江戸時代島津家の本拠地であった鹿児島城、そして城山でした。明治10年9月24日、政府軍の総攻撃により城山で西郷軍は全滅し、西郷隆盛は自死しました。鹿児島城の石垣には弾痕が残っています。
明治政府に不満を持つ士族たちが設立した士学校は、城の敷地内にあったため、薩摩軍の最後の拠点となりました。現在西郷洞窟というのがあるのですが、西郷隆盛はこの地で戦いに敗れ切腹しました。勧誘となったようです。しかし二の丸部分は島津久光の移住地として残りました。二の丸は西南戦争後一旦個人に払い下げられたようですが、明治23年に鹿児島市へと所有権が移りました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回のお城巡りいかがでしたでしょうか。鹿児島城は単なる城跡ではなく、島津家の歴史、薩摩藩の力、そして幕末から明治へと至る激動の日本史を凝縮した舞台でした。この動画が少しでも面白い、もっと知りたいと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。次回のお城巡りは世界遺産にも登録されている姫路城です。ご期待ください。